前回、徳島から高松港から直島で乗り継ぎ、宇野に到着したところまでをお届けしました。こんにちは、しおらー旅チャンネルです。今回は、宇野港到着からお届けします。宇野駅から列車で行けばあっという間に行けるところを路線バスで行くことにした。うぷ主。列車で行くと早く宿に着きすぎるので、路線バスに乗り換えていきます。路線バスの出発時間まで余裕のよっちゃんなので、宇野駅でバス待ちすることにします。屋根付きのバス停でも日差しが強いから、時間があるなら駅に行った方が良いかも。のんびり路線バス乗り継ぎということで宇野駅前を出発して、途中でバスを乗り継いで小島駅へ向かいます。乗り継ぎって、バスを降りてから走ったりするの？調べたら、バス会社が違うのに、連携がうまくいっていてスムーズなのよ。路線バスは、玉野市内を経由して倉敷方面へ向かいます。道路幅の狭い、住宅の中を通過したり、坂道を登ったり下ったり。知らないところを移動するのは結構、ワクワクするね。味わいのある商店街。歴史を感じさせますね。大きなクレーンが見えてきた。三井 E&S 玉野事業所の巨大クレーンですね。巨大クレーンは高さ数十メートル。何百トンもの重量物を持ち上げる力を持ちます。この地に工場ができたのは1917年。今では、国内トップクラスの港湾クレーンメーカーです。クレーンがたくさん見える風景が玉野市のシンボルとなっています。やっと海が見えてきた。路線バスは、住んでいる人のところを走るから、すぐ海というわけでもないのよね。今、走っている道路は、倉敷市小島と玉野市を結ぶ、王子マリンロード430と呼ばれる海と山に囲まれた道路なのよ。この景色、いいよね。路線バスに乗ってよかった。あっという間に終点で、次のバスに乗り継ぎます。ありがとうございました。バスを降りたら、乗り継ぎのバスがやってきました。走らなくてよかったわね。残念。残念ってなんなん？両備バスの次は、下田バスですね。王子ヶ岳登山口から小島駅へ行くバスで、宇野駅方面へは両備バスと、このバス停で接続しています。トクトクトク徳島る。こんなところに徳島る。すごいね。徳島発祥の移動スーパーで、今は全国でも見かけるようね。旅先で見かけると、びっくりするわ。このバス停の山側は、王子ヶ岳です。瀬戸内海国立公園にある王子ヶ岳は、渋川海岸に隣接する人気のビュースポットで、山頂からは瀬戸大橋や瀬戸内の島々が一望できます。春は桜やツツジが咲き、ハイキングに人気があるところです。バスは王子ヶ岳を出発して小島駅へ向かっています。海の景色が綺麗で癒されますね。海の景色から街の景色に変わって JR 小島駅に到着です。お尻爆発しなかったかな。途中バスを乗り換えたりしたから大丈夫。ありがとうございました。小島駅から今日の宿まではどうするの？ここから路線バスに乗ります。路線バス大好きおばばチャンネルに名前変えたら。なんでやねん。ホテルからの送迎バスが2時間も後なので路線バスで先に行こうかなって。あら、大量の洗濯物が吊るしてあるわね。洗濯物とちゃうで、小島のブランドジーンズなんやで。ホテルへ向かう路線バスに乗車しました。小島、下津は集山地区を一周約50分で循環する路線バスですね。1日乗車券もあって、乗り降り自由で街の風景や歴史のある場所を手軽に散策できます。和集山を登って下ってなのでバスがあると楽ちんですね。和集山ハイランドは、今乗車している下津循環線、常ハイ号に乗車してくださいね。ここでバス降ります。和集ブルーリゾート笠子前、バス停ですね。ありがとうございました。バス停目の前がホテルかと思ったら下の方に下るのか。山の斜面に作られているホテルみたいな感じですね。和風旅館みたいな感じがしますね。予約した時には今時のおしゃれなリゾートホテルって思ったけど、看板が昭和の雰囲気も残っていますね。あれ、和集山ハイランドって書いてある。30年以上前に来たことあるかも。チェックインの時間より少し前に手続きしてもらえました。あとは、旦那さんが来るのを待つだけね。徳島から車でやってくるので、瀬戸大橋を渡るの見えるかな。
今回のお部屋です。詳しいホテルの紹介は別の動画でお届けしますので、気になった方は概要欄からご覧ください。窓からの景色は瀬戸大橋が見えますね。旦那さんの車見えるかな。結局わからなかった。あ、そろそろ小島インター出口だからロビーへ行ってくる。得意の GPS 位置検索。無事夫と合流。午後3時からラウンジ使い放題。ワシューブルーリゾートカサゴはオールインクルーシブのホテルで、チェックイン後はラウンジを利用することができます。ホテルのアクティビティも無料、飲んだり食べたりも無料です。お酒はビールのほかワイン、焼酎、洋酒などいろいろあります。私酒飲めないからな。ソフトドリンク、ソフトクリーム、スイーツいろいろあります。お酒はのんちゃんべいちゃんにはいいよね。お財布気にしなくていいから。滞在中、チェックインの日はラウンジを夜の10時まで利用できるそうです。あんまり飲み食いすると晩ご飯食べられなくなっちゃう。これだけいろいろあったら一泊朝食付きだけでもいいんじゃないかな。ラウンジで完結するわよね。今回朝夕食付きのプランにしたから食べる量に気をつけなきゃ。あんまり飲み食いすると晩ご飯食べられなくなっちゃう。絶対これやってみたいという飲食以外のアクティビティがないんだよね。カラオケあるじゃない。一人じゃ寂しいかも。ゲームコーナーがあったけどアーケードゲームが無料とかだったらいいな。では足元だけ気をつけてください。こちらになります。はい。ホテルの客室が多いので食事は2部制で1部からにしました。食事はバイキング形式でライブキッチンのお料理は注文して配膳してもらいます。テーブルの上に置かれていたお料理は季節のオードブル。バイキング形式なのに珍しいわね。先付けでお腹いっぱいになってもらう作戦かな。チェックインからラウンジでいろいろ食べたからあんまり食べられないな。だから遠慮の塊ぐらいでいいのよ。今度来るときは近くのワシューザンハイランドでブラジルダンスでもしこたま踊ってお腹空かせますわ。踊れないのにやめて。すいません。パスです。ごめんなさい。すいま日本せん。の生き血をリンゴジュースでブレンドした飲み物いかがですかって。これは好き嫌いがはっきりしそうね。スイーツは世界の甘いものシリーズみたい。どれも美味しそうね。アイスも食べたけどラウンジのソフトクリームの方がバカうま。色とりどりのスプレーがドンパッチみたいに口の中に弾けて面白食感でした。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。今回の宿泊、お食事の詳細は別の動画でお届けしますので、ぜひご覧ください。夕食のドリンクも無料なので、のんちゃんべいちゃんグダグダ。ラウンジで嬉しそうにお酒飲んでたのはいいけど酩酊していた人いたし。というわけで、夕食後はやることもないのでラウンジで閉店まで過ごしました。おはようございます。昨晩はラウンジで過ごした後、温泉に入りました。屋上の温泉と蜂蜜パール温泉ね。どちらも誰も入ってなくて貸し切り状態。それはいいけど、お湯の温度が高め設定で長湯できませんでした。宿泊者専用ラウンジです。朝は7時からオープンでドリンクのみ提供。朝散歩するにも周りは何もないので、ホテルの中をうろうろ。山の斜面にあるホテルだから、散歩というより山登りかも。天気もいいし、瀬戸大橋も日の出ではっきり見えてるし今日もいい日になりそう。建物がレトロな雰囲気。建物の中は今時のデザインで面白い。朝食をいただきます。朝食はビュッフェスタイルで、和洋、地元の食材を使ったお料理も。お料理が大皿に大盛りではなく、小さい器にちょこっと盛りでちょうどいい。食べきれないのに残すよりマシよね。ライブキッチンは卵料理を注文できて、オムレツにしました。岡山県のご当地グルメ、エビ飯です。おかゆと温泉卵。あれ、どこかの動画で見たような。アイスクリームで酔いざましですか。そうかもね。朝食をいただいてチェックアウトしました。徳島から高松、高松から直島で同じフェリーに乗り換えて宇野から路線バスを乗り継いで和集山で一泊の旅をお届けしました。どちらかというと乗り物乗り継ぎの旅がメインですね。もちろん
今回宿泊した今時流行りのオールインクルーシブのホテル和州ブルーリゾートカサゴ宿泊レポもお届けしました。旅の楽しみ方はいろいろ。私はお酒が飲めないし、大食いでもないので、オールインクルーシブの選択がもう少し欲しかったなと。旦那さんはベタ褒めでしたよね。のんちゃんべーちゃんだからね。帰りは車で瀬戸大橋を渡って徳島へ帰ります。観光地から観光地へ移動って感じですね。今回も動画を最後まで見てくださってありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。動画ご視聴ありがとうございました。まったね。